日本の食事作法には細かなルールがあります。特にお箸の使い方にはいくつかの注意点があり、食事中に意識しておくと、より日本の文化を尊重した食事を楽しむことができます。今回は日本の食事作法について、食べる前から食後のマナーまで詳しく説明します。日本では食事を始める前に必ず言う言葉としていただきますがあります。この言葉は食事を提供してくれた人や食材に感謝の気持ちを表現するために使います。いただきますを言うことで食事をすることが幸せであること、そして食べ物に命をいただくことに感謝を表します。また、食事前に手を合わせることもよく見られます。これは日本の仏教や神道の影響を受けて、感謝の気持ちを表すための伝統的な行為です。特に家族や友人と食事をする際に、軽く手を合わせていただきますということが一般的です。外食では必ずしも手を合わせなくても良いですが、個人の信念や家族の習慣によっては手を合わせることが普通です。また、食事の前に乾杯を行うことが一般的です。乾杯をする際、グラスを軽く合わせます。目上の人と乾杯をする場合は、グラスを少し下げて乾杯することがマナーです。グラスを目上の人よりも上に持ち上げることは失礼とされていますので、注意が必要です。また、乾杯の時には、必ず乾杯と言って、みんなで楽しく食事を始めましょう。日本の食事において、最も大切な道具の一つがお箸です。お箸は、日本の食事に欠かせない存在であり、使い方にはいくつかのルールがあります。まず一つ目のルールは、お箸を立てておかないということです。食事が終わった後に、お箸を食器の中に立てておくことは避けましょう。これは、日本の葬儀で行われる作法に似ているため、不吉な意味を持つとされています。そのため、お箸は食器の中に立てるのではなく、きちんと並べておくことがマナーです。次に、お箸を突き刺さないというルールがあります。食べ物をお箸で突き刺して食べることは、見た目が良くないだけでなく、食文化に対しても失礼とされています。お箸を使う際は、優しく食べ物を口に運び、突き刺すことなく、食材を丁寧に取り分けましょう。このように、お箸を正しく使うことは、食事の作法を守るために非常に重要です。日本の食事では、ご飯をお椀で持つことが一般的です。お椀を手に持って食べることで、食事をする際にリズムよく食べることができ、また、食事中の姿勢が自然になります。味噌汁もお椀で持つことが、日本の食事作法において重要です。味噌汁を飲むときは、必ずお椀を持って飲みましょう。味噌汁を飲み終わった後は、お椀の底をきれいにして戻します。飲み残しがあった場合でも、最後まで飲み干すことを心がけると良いです。日本では、特にラーメンやうどんを食べるとき、音を立てることが許されています。麺をズズズと音を立ててすすることは、美味しく食べるための作法として受け入れられています。この音は、麺をスムーズにすすって食べるための自然な動作としてみなされています。しかし、他の食べ物で音を立てることは避けましょう。例えば、ご飯や刺身など、音を立てて食べることはマナー違反です。食べ物を口に含んで噛むときには、しっかりと口を閉じて噛むことが基本的なマナーです。食事中に口を開けたまま噛むことは、見た目が悪く、他の人に不快感を与えることがあります。食べ物を口に入れたら、口を閉じて静かに噛み、食べ物をしっかりと噛み切ることが大切です。また、咀嚼中は会話をしないことも大切です。食べ物を噛んでいる間に話すことは、相手に食べ物が見えたり、口の中で噛んでいる姿が見えたりするため、
見た目があまり良くありません。また、噛む音が不快に聞こえることもあるので、食事中に会話をしたい場合は、食べ物を飲み込んだ後に話すように心がけましょう。日本の食事作法では、食事中の姿勢も大切です。食べ物を食べる際には、背筋を伸ばして、正しい姿勢を保つことが推奨されます。椅子に座る場合は、背中を丸めずにまっすぐにして、テーブルに手をついて食べないようにします。食事中に体を前かがみにして食べることは、マナーとしては良くないとされています。また、食事をしながら他のことに気を取られすぎないようにしましょう。食事は目の前の食べ物と会話に集中することで、他の人との調和も保たれます。食事が終わった後の作法も非常に大切です。まず、食事を終えたらお箸を元の位置に戻すことが求められます。食事が終わったら、お箸をきれいに並べてお皿の上に置くようにしましょう。お箸を整理することで、食事をきちんと終わらせたことを示すことができます。この行為は、食事を楽しんだ後の礼儀として重要です。また、食べきれなかった食べ物には感謝の気持ちを表すことも大切です。日本では、食べ物を残すことが無駄だとされ、感謝の気持ちを持って食事を終わることが重要視されています。しかし、無理に食べきる必要はありません。食べられる量を食べて満足したら、残した食べ物に対して感謝の意を込めて、ありがとうございましたと思いながら食事を終えましょう。さらに、食事を終えた時には、ごちそうさまでしたという言葉を使うことが一般的です。この言葉は、食事を作ってくれた人や食事を提供してくれたことに対して感謝を表すものです。食べ終わった後に、ごちそうさまでしたということで、食事の場を円満に締めくくり、感謝の気持ちを伝えることができます。日本の食事作法は、見た目や動作に細やかな配慮を込めることが大切です。これらを守ることで、日本の食文化を尊重し、食事の際に周囲の人々と調和を保つことができます。食事を楽しむことはもちろんですが、マナーを守ることで、より一層食事の時間が心地よいものになります。日本の食事作法には、細かなルールがあります。特に、お箸の使い方にはいくつかの注意点があり、食事中に意識しておくと、より日本の文化を尊重した食事を楽しむことができます。今回は、日本の食事作法について、食べる前から食後のマナーまで、詳しく説明します。日本では、食事を始める前に必ず言う言葉として、いただきますがあります。この言葉は、食事を提供してくれた人や食材に感謝の気持ちを表現するために使います。いただきますを言うことで、食事をすることが幸せであること、そして食べ物に命をいただくことに感謝を表します。また、食事前に手を合わせることもよく見られます。これは日本の仏教や神道の影響を受けて、感謝の気持ちを表すための伝統的な行為です。特に家族や友人と食事をする際に、軽く手を合わせていただきますということが一般的です。外食では必ずしも手を合わせなくても良いですが、個人の信念や家族の習慣によっては手を合わせることが普通です。また、食事の前に乾杯を行うことが一般的です。乾杯をする際、グラスを軽く合わせます。目上の人と乾杯をする場合は、グラスを少し下げて乾杯することがマナーです。グラスを目上の人よりも上に持ち上げることは失礼とされていますので、注意が必要です。また、乾杯の時には、必ず乾杯と言って、みんなで楽しく食事を始めましょう。日本の食事において、最も大切な道具の一つがお箸です。お箸は、日本の食事に欠かせない存在であり、使い方にはいくつかのルールがあります。まず一つ目のルールは、お箸を立てておかないということです。食事が終わった後に、お箸を食器の中に立てておくことは避けましょう。これは、日本の葬儀で行われる作法に似ているため、不吉な意味を持つとされています。そのため、
お箸は食器の中に立てるのではなく、きちんと並べておくことがマナーです。次に、お箸を突き刺さないというルールがあります。食べ物をお箸で突き刺して食べることは、見た目が良くないだけでなく、食文化に対しても失礼とされています。お箸を使う際は、優しく食べ物を口に運び、突き刺すことなく、食材を丁寧に取り分けましょう。このように、お箸を正しく使うことは、食事の作法を守るために非常に重要です。日本の食事では、ご飯をお椀で持つことが一般的です。お椀を手に持って食べることで、食事をする際にリズムよく食べることができ、また、食事中の姿勢が自然になります。味噌汁もお椀で持つことが、日本の食事作法において重要です。味噌汁を飲むときは、必ずお椀を持って飲みましょう。味噌汁を飲み終わった後は、お椀の底をきれいにして戻します。飲み残しがあった場合でも、最後まで飲み干すことを心がけると良いです。日本では、特にラーメンやうどんを食べるとき、音を立てることが許されています。麺をズズズと音を立ててすすることは、美味しく食べるための作法として受け入れられています。この音は、麺をスムーズにすすって食べるための自然な動作としてみなされています。しかし、他の食べ物で音を立てることは避けましょう。例えば、ご飯や刺身など、音を立てて食べることはマナー違反です。食べ物を口に含んで噛むときには、しっかりと口を閉じて噛むことが基本的なマナーです。食事中に口を開けたまま噛むことは、見た目が悪く、他の人に不快感を与えることがあります。食べ物を口に入れたら、口を閉じて静かに噛み、食べ物をしっかりと噛み切ることが大切です。また、咀嚼中は会話をしないことも大切です。食べ物を噛んでいる間に話すことは、相手に食べ物が見えたり、口の中で噛んでいる姿が見えたりするため、見た目があまり良くありません。また、噛む音が不快に聞こえることもあるので、食事中に会話をしたい場合は、食べ物を飲み込んだ後に話すように心がけましょう。日本の食事作法では、食事中の姿勢も大切です。食べ物を食べる際には、背筋を伸ばして、正しい姿勢を保つことが推奨されます。椅子に座る場合は、背中を丸めずにまっすぐにして、テーブルに手をついて食べないようにします。食事中に体を前かがみにして食べることは、マナーとしては良くないとされています。また、食事をしながら他のことに気を取られすぎないようにしましょう。食事は目の前の食べ物と会話に集中することで、他の人との調和も保たれます。食事が終わった後の作法も非常に大切です。まず、食事を終えたらお箸を元の位置に戻すことが求められます。食事が終わったら、お箸をきれいに並べてお皿の上に置くようにしましょう。お箸を整理することで、食事をきちんと終わらせたことを示すことができます。この行為は、食事を楽しんだ後の礼儀として重要です。また、食べきれなかった食べ物には感謝の気持ちを表すことも大切です。日本では、食べ物を残すことが無駄だとされ、感謝の気持ちを持って食事を終わることが重要視されています。しかし、無理に食べきる必要はありません。食べられる量を食べて満足したら、残した食べ物に対して感謝の意を込めて、ありがとうございましたと思いながら食事を終えましょう。さらに、食事を終えた時には、ごちそうさまでしたという言葉を使うことが一般的です。この言葉は、食事を作ってくれた人や食事を提供してくれたことに対して感謝を表すものです。食べ終わった後に、ごちそうさまでしたということで、食事の場を円満に締めくくり、感謝の気持ちを伝えることができます。日本の食事作法は、見た目や動作に細やかな配慮を込めることが大切です。これらを守ることで、日本の食文化を尊重し、食事の際に周囲の人々と調和を保つことができます。食事を楽しむことはもちろんですが、マナーを守ることで、より一層食事の時間が心地よいものになります。